皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題はウクライナ関連ニュース。以前の動画において、ウクライナ軍の総司令官ザルジニー氏が反攻作戦の開始を知らせるような動画を公開したと皆さんにお伝えしました。それを受けてか、ゼレンスキー大統領も反攻作戦がいよいよ開始間近であることを示唆する発言を行っています。ウクライナ軍がいよいよ動き出そうとしているかなというこの時期なわけですが、モスクワにおいては少し不可解な動きも起こっています。今回の動画ではそうしたウクライナ関連の様々な出来事について追っていこうと思います。それではまずはゼレンスキー大統領の動向から。ゼレンスキー氏決定下された。近く反攻着手を示唆。ロシアの侵略を受けるウクライナのゼレンスキー大統領は29日の声明で、本日、軍司令部との会議を開き、我々が前進するタイミングに関する報告を受けた。我々はやる。決定は下されたと述べた。ウクライナ軍による本格的な反攻作戦の着手が近いことを示唆した形。ウクライナ側はこれまで反攻の時期について、最終決定されていないとしていた。ウクライナは従来、最前線の東部ドネツク州バフムトなどでロシア軍を損耗させつつ、欧米諸国から供与された兵器の戦力化をもって反攻を開始する構想を示してきた。バフムトは半年以上にわたる激戦の末に、ロシア軍側が制圧したものの、ロシア軍も多大な損害を出したとされる。この間に、欧米製兵器の引き渡しや習熟が進み、ウクライナは反攻の好機だと判断した可能性がある。一方、ロシア西部ベルゴロド州の知事は、同州へのウクライナ軍の攻撃が続いているとし、最良の解決策は、隣接するウクライナ東部ハルキウ州をベルゴロド州に併合することだと述べた。ベルゴロド州では、ロシア軍拠点を標的としたウクライナ軍の長距離攻撃が続いてきたほか、今月には、ロシア人義勇兵部隊による越境攻撃も起きた。ただ、ロシア軍は昨年9月、ウクライナ軍の反攻に遭い、ハルキウ州のほぼ全域から撤退。同州で再度前進する余力がロシア軍にあるかは疑問視されている。知事の発言について、ペスコフロシア大統領報道官は、軍事作戦上の問題でコメントしないとした。これに対しウクライナのポドリャク大統領府長官顧問は、ロシアの再侵攻を防ぐために、戦後はロシア国内の国境地帯に幅100キロから120キロの非武装地帯が設置されるべきだなどと述べた。いよいよ反攻作戦がいつ発動されてもおかしくないということをゼレンスキー大統領は発言しています。実際に作戦が発動されるにあたっては大統領が承認し、それをもって軍が適時発動するという流れになるでしょう。そうした意味では今回の発言は何月何日に発動するといったいわゆる日付が決定されたわけではなく、もういつでもタイミングを見て動き出して良いという命令を出したという意味でしょう。ちなみにこの記事の中でも出てきたように、ロシア軍はハルキウ州においてはウクライナ軍の反撃にあって全州から撤退へと追い込まれる事態が去年発生しました。同じような動きとして、もしも今年どこかの州からロシア軍が丸ごと撤退させられるようなことになれば、ロシア軍にとっては敗北に次ぐ敗北として戦史に残ることとなるでしょう。そうした意味ではロシア側から見た場合においては、ウクライナ軍の総司令官ザルジニー氏は非常に憎き相手となります。そのためインターネット上にはザルジニー氏が死んだといったようなフェイクニュースなども何度となく流れています。もしもこのままウクライナ軍が年数はかかったとしても最終的にロシア軍をウクライナ領から撃退することに成功すれば、彼の名は間違いなく戦史に残ることとなるでしょう。もちろん歴史の教科書に残るのは国家指導者であるゼレンスキー大統領になるわけですが、戦争の歴史という面においては、戦争指導者と政治指導者の扱いは異なるため、総司令官ザルジニー氏の名前は戦史の方に残るわけです。また、小国が大国を打ち破ったという意味においては、かつてのベトナム戦争において、大国アメリカを打ち負かしたとして、戦史に名を残した将軍として、ベトナム軍のグエンボーザップ将軍の名前があります。ザルジニー氏の名前が戦史に残るかどうかは、この後の反攻作戦のその成否にかかっています。もちろんザルジニー氏は別に自分の名声のために戦っているわけではないので、結果として名前が残れば良いというだけの話です。この点についてはご注意ください。ベトナムの総司令官も別に自分の名前を残すためにアメリカ相手に戦ったわけではないのです。その点はまさに軍人としての仕事をどれだけするかにかかっているわけです。ただし、ここに来て少し不可解な動きも起こっています。モスクワに無人機攻撃。ロシアの首都モスクワの市長は
同氏が未明に無人機攻撃を受けたと明らかにした。死傷者はいないという。市長は今日未明に無人機による攻撃があり、複数の建物に小規模の被害が出た。市内の全救急隊が現場に駆けつけているが、今のところ重傷者はいないとしている。ウクライナへの侵攻開始以降、ロシア国内はたびたび無人機攻撃を受けているが、ウクライナから1000キロ以上離れたモスクワが攻撃されるのは異例。モスクワに無人機が襲来したというので、市民が映像を撮影して動画が公開されています。使われているドローンは明らかにイラン製のドローンとは異なったもので、機数については8機だとされています。当初、情報が混乱したのか30機以上だという話もあったのですが、そちらの方はフェイクニュースだったようです。そして右上にはそのドローンが墜落もしくは撃墜されたとされる箇所を示しています。何やら軍の施設を明確に狙ったという様子もなく、これまでのウクライナ軍の攻撃とは少し性質が異なるものです。ただし、映像に残っているこのドローン、ウクライナで開発されている突撃ドローンと遠目から見た場合にはそっくりなため、ウクライナ国産のドローンという可能性も十分あります。一方でロシア側があくまでもウクライナはこんなひどいことをするんだぞということを言うために行った偽旗作戦という可能性もあるため、どちらかについてはまだ真相は明らかではありません。続いて、先日の動画において、ウクライナがドイツに対して長射程のミサイルタウルスを供与してほしいという話をしている。そのことをお伝えしました。すでにイギリスがストームシャドウを供与していることから、同類の兵器についてももっと供与してほしいと願い出たわけです。そうした場合において話が蒸し返されるのがアメリカがこれまで供与を拒んできたハイマースで使える射程300キロのエイタクムスミサイルです。バイデン大統領はこの件に関して改めて報道陣からの質問に対してエイタクムス供与については議論が続いている段階で供与はまだ決定されていないという話をしています。長射程ミサイルのウクライナへの供与はすでにイギリスがストームシャドウで実現しました。ですからアメリカもエイタクムスミサイルの供与を速やかに決断してほしいものです。一方で、ロシア軍による一般市民に対するミサイル攻撃などは引き続き行われているため、パトリオットミサイルなどが連続的に使用されています。これらの迎撃ミサイルが尽きてしまうと、ロシアが思うように攻撃できてしまうため、バイデン大統領はこれらの迎撃ミサイルについての供与を続けていくことを表明しています。最後にご紹介するのは、ウクライナの風景です。こちらの動画は、今戦争が起こっているウクライナでのマクドナルドでの風景です。この風景の動画を公開したことによって一部の人々はこれが戦争が行われている国の風景かとちょっと信じられないといったコメントとともにやっぱり戦争しているなんて西側が作ったフェイクニュースだであるとかこれだけ多くの人々が日常生活を何の問題なく送れているようなのであればウクライナに対する支援なんか必要ないといったようなコメントなどを投げかけています。しかし、それはあまりにも短絡的なコメントだと言えるでしょう。例えばこれはロシアがウクライナに対するミサイル攻撃を行った結果として、迎撃されたミサイルの残骸がマクドナルドのすぐそばに落ちてきた風景です。こちらが店舗の拡大写真。日常の光景の一つとして、マクドナルドにお客さんが来る光景もあるわけですが、店を一歩出ると、ミサイルの残骸が転がっていたり、もしくはこの写真のように実際に攻撃を受けて廃墟と化してしまった店舗などもあります。この店舗があるのは南部のヘルソン州ヘルソン市で川向こうからロシア軍の攻撃を受けて炎上してしまったようです。欧米は基本的にウクライナには領土奪還をするにあたって兵器は使っては良いが、ロシアに対する攻撃はなるべくしないでくれという話をしています。そうした意味ではバイデン大統領がエイタクムスミサイルを供与するにあたって条件として奪還したい領土に対する攻撃でのみ使ってほしいと約束してもらえれば私はさっさと供与すべきだと思います。結局のところロシア軍は武力によって退ける以外に自ら撤退する意思は全くありません。プーチン大統領が撤退命令を出さない限り、彼らは占領地に居座り続けてしまいます。ですから彼らを話し合いで何とかしようとする努力はそもそも無駄に終わるでしょう。プーチン大統領と話し合いをするというのであれば、それは現在の占領地から追い出した後にこれ以上の戦争を続けない、そのための和平交渉をするしかありません。プーチン大統領を交渉の席につかせるためにはそのようなもはや戦争する意味がないでしょと言えるところまで
押し戻す必要があります。一方気にかかるのは、ウクライナ製と見られるドローンがモスクワへと襲来したことです。基本的にモスクワに対する攻撃をしたところで、はっきり言って意味はないですし、害の方が多いと私は思います。ロシア軍の方が一方的に無差別攻撃を繰り返している。それと比較してウクライナ軍が一般市民を狙わずに軍を狙い続けるというこの対比を作り続けることの方が、私は国際的な支援を受け続けるためには必要な条件だと思うからです。また、軍事的な整合性から言っても、モスクワという街を狙うのではなく、ウクライナとモスクワの間にあるロシア軍の軍事施設や軍需産業に対する攻撃を行った方が、実質的にも非常に意味があるものです。ただ、こうしたモスクワに対する攻撃というのがあくまでもロシア国内でのウクライナに対する反感感情を作り出すための偽旗作戦に過ぎないという人たちもいます。実際のところどちらの方が正しいかについてはわからないのですが、少なくともウクライナ軍がこのような攻撃をするのであれば私は反対です。速やかに軍事施設を狙う方向へと舵を切ってほしいものです。そして最後にコメントしたいのは、ウクライナにおいても日常生活が存在するということを忘れてはならないということです。ウクライナのマクドナルドが平常運転をしていて、そこに多くのお客さんが来ている。それらの人々が日常生活を過ごしていることを非難するという人たちがいます。また支援を受けている国なんだからもっと陰鬱に暮らして支援を受けるにふさわしい態度を示せみたいなことを言う人たちもいます。私はそのような発言などを見るとちょっと気持ち悪くすら思います。戦争があったとしても、その戦争による惨劇と紙一重の状態で人々は日々の生活を過ごしています。ご紹介したようにマクドナルドのすぐそばに迎撃したミサイルの残骸が落ちてきたり、また場所によっては実際に攻撃を受けて炎上した店舗などもあります。もしも営業中にロシア軍の攻撃を受ければ、ほんの数分前まで食事をしていた人たちがそこで犠牲になるのです。地上戦が行われているのは東部戦線と南部戦線。それ以外においては、いつもの日常、そしていつもの経済活動が行われている中でも、時折空襲警報が鳴ってミサイルが実際に飛んできて、どこかで誰かが死んでしまうというわけです。しかしそのような戦争という日常の中でも人々は生きていかなければならないのです。例えば日本で東日本大震災が発生した時においても、震災による打撃を受けていない地域においては、全く変わらず日常の光景が繰り広げられていました。その部分だけを切り取って日本では被害なんて全然ないという話をすればそれこそフェイクニュースだと言えるでしょう。それと同じようにしてウクライナで戦争が起こっているのも事実ですし、それによって戦闘も各地で発生しています。しかしそうではないところだけを抜き取ってあたかも戦争が起こっていないかのように言うのも、これは明らかに間違った伝え方だというものでしょう。インターネット上にはそのようにいかにして物事をねじ曲げて伝えるかといったことに心血を注いでいる人たちもいます。そのような人たちの言動に惑わされないようにしてください。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。また動画だけではなくテキストベースでの Twitter での活動も行っています。そちらの方は動画よりももっと発言回数も多いので、ぜひともそちらの方もご登録ください。YouTube でのチャンネル登録者数は15万人ですが、Twitter でのフォロワーはまだ6000人程度しかいません。多くの人々がまだTwitter の方は見ていないので、そちらの方も合わせて見てもらえると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。